こんにちは、アンナスです。今日は無印のジュートバッグに刺繍しようと思います。結構前から流行ってたんですけど、やっとやろうかなと思って、もう刺繍しました。で、刺繍はちょっと大変だったんですけど、この後、手元を見ていただいて同じものを作ってもらえたら嬉しいなと思います。それでは手元の方にどうぞ。ではアンナスの美味しい刺繍カフェ&スイーツのこのカフェブレイクカフェタイムのこのブックカバーのやつを 120% 拡大コピーしてこれに写していこうと思います。で、写すのは最近おなじみのスマプリです。スマプリはシールになっているので、ちょっとね、もういっぱい使ってるので A4 サイズがちょっと私はもうガタガタしてますけど A4 サイズが2枚入ってます。それで、写していくんですけど、今日は普通にペンで描きます。チャコペンで写してもいいんですけど、ちょっと今日は見えないかなと思うんで、白い布とかの場合はチャコペンでもいいかなって思います。では図案を写していきます。拡大コピーしたやつで、図案よりも外側1センチぐらいちょっと大きめに、外側大きめにカットするので、なのであんまりギリギリに描かないようにします。では、描けました。丸定規使いましたね。結構丸とまっすぐの線が多かったので、描くとこんな感じになります。これでハサミで切っていきます。もうざっくり四角く切ってもいいかなと思います。それでここに貼っていきます。で、貼るときにトートバッグとか何でもそうなんですけど、中心を決める。普通のトートバッグだと半分に折って折り目をつけて、図案も折り目をつけてそこを合わせるとやりやすいんですけど、今日は定規で測って中心をちょっと探して中心と中心で合わせて貼っていきます。で、ここが真ん中です。で、めくって全部めくるとぐちゃぐちゃになるんで、ちょっとだけ剥がしてこの辺かな。戻ってきちゃう。この中心を目分量でも揃えるしかないですね。とりあえず貼ってしまいましょう。それで、だいたいいけるかな。じゃあもうこれでちょっとシワを整えて貼り直せるので、そこはちょっと綺麗にあんまり触るとちょっと今夏なんでベタベタが手につくかもしれないです。こんな感じになりました。じゃあ刺繍をしていきます。では刺繍していきます。もう色は見本と本と同じ色を使います。で、まずポットから刺していこうと思います。ポットは
刺し方のところでは2本取りって書いてあるんですけど、3本取りでいきたいと思います。ちょっとやっぱ拡大してるっていうのと、あとこのジュート素材が結構ガサガサしてるんで、あんまり細かくするよりかはちょっとザクザクやっていった方がこの質感に合うかなと思うんで、なんか4本とかちょっと本数増やしてなんかざっくりした感じでやってもいいかなと思います。ちょっと3本で1回やってみようかな。もう玉留めで初めてなんでできんのかな。でもみんな刺繍してるからできるはずなんですよね。ドキドキです。で、チェーンステッチの場合、刺せますね。チェーンステッチの場合は続きでできないので、紙刺繍の時と同じやり方出して同じ穴に刺して、でチェーンのサイズちょっと先に針を出して、で輪を残しておくんですね。でこの輪をくぐらせてギュッと引っ張ります。これで一つできたので、また刺して輪を残して、でさっきと同じぐらいのサイズ先から出して、で輪にくぐらせる。これを繰り返して、まず外側1周でまた2周目3周目ってずっと続けてやっていきます。はい、真ん中をぐるぐるチェーンステッチで埋めて、であとこことこことここを埋めました。全部同じチェーンステッチの3本取りです。で次が、ここの持ち手と蓋の部分ですね。ちょっとやりづらいんでくるっと回してサテンステッチでやっていきます。もうこれも3本取りに変えました。本当は、100% 図案が載ってる普通のサイズで印刷して刺繍する場合は2本取りなんですけど、そうですね、普通に布で刺す場合 120% 拡大しても2本取りの方が多分綺麗だと思います。だけど今回このジュートバッグなんでちょっとガタガタでもいいんで、このゴツゴツした感じをちょっと表現したいなと思ってちょっと3本取りにしてみました。刺しづらく感じる方は2本の方がいいかなと思います。じゃあこれでずっとこう横横と持ち手を縦に埋めていきます。はい、では、ポットができたので、こっちの氷、お砂糖か自分で作っておいて、お砂糖とこのトングの刺繍をしようと思います。でトングはもうね、これサテンとチェーンステッチしかほぼ出てこない、ロング&ショートも出てくるかなので、だんだんちょっと説明がはしょっていくことになると思うんですけど、トングを手前やって奥のトングで横横で全部刺していきますね。でお砂糖を四角く刺して、でアウトラインで周りを囲います。なのでまずトングのサテンステッチからですね。だんだん下の方になってくるとくしゃくしゃってできないんで、遠くてちょっと刺しづらくなってきますね。これ皆さんどうやって刺繍されてるのか、結構刺しにくいけど、刺しにくいっていうのは硬いから刺しにくいんですけど、刺し心地はね全然手が痛くならないです。すごい柔らかい、布を刺す時と大して変わらないぐらいの硬さです。
こんな感じでずっと横横に刺していきます。はい、お砂糖とトングがサテンステッチでできました。で、次がアウトラインステッチで入れ物を3本取りで刺していきます。1目作ります。まずやっぱひっくり返します。で、ちょっと先に出して最初に作ったステッチの半分ぐらいのところに針をギュッと押して糸の下に針を刺します。糸を割らないです。糸を割らないで糸の下に針を刺します。で、これで1つ目ができたので、2つ目がちょっと今また曲がっているのでギュッと押して糸の下に刺します。で、これをずっと1周ぐるっと繰り返すとなんかコップのような感じに仕上がります。で、ここちょっと線が消えてるんですけど、サテンステッチでもサテンステッチの上からガンガン刺していってください。で、これ角までいくと、一旦これで終わらせて、最後は同じ穴から出して曲げるだけのステッチを入れるとまっすぐに全部こうまっすぐになじみますね。で、また次改めて横向きに1目作ります。で、またちょっと先に出してまたギュッと押して糸の下に刺す。これを繰り返していきます。だから角は、一旦終わらせて、で改めて新しいのを作るっていう感じでやっていってください。はい、ここができた後、コップの後、フォークとこの、カフェラテの中の白い部分を、サテンステッチなんでこれはもう刺してしまいました。で、この周りの茶色い部分なんですけど、1センチ以上はロング&ショートステッチ。もうなんか私の刺繍はもう基本的にそうなんですけど、1センチっていちいち測らなくても大丈夫です。1センチ、これも完全に1センチ超えてるし、サテンステッチもだいたい1センチ以内の部分はサテンステッチにしてるんですけど、これもギリギリ1センチっていう感じですね。で、ここ縦に刺す、今ちょっと刺繍を横にしてるんですけど、縦にこう刺していくステッチなんですが、この間の部分はもう狭いところは頑張ってサテンステッチで全部やっていって、途中ちょっと長いところが出てくるんですね。この端っこから端っこまで刺すと、サテンステッチで刺すとちょっと長すぎて使ってる時にちょっと糸が動いてしまうかなみたいなところがあるんで、この辺りですね。で、こことかは端から端まで刺さずに、そのロング&ショートステッチで何段階かに分けて刺すステッチです。だんだんこの刺す場所が真ん中とか下とかになってくるとちょっと刺しづらさが増してくるんですけど、でまず1段目はロング&ショートステッチの刺し方なんですが、ロングとショートっていうか、ロングの3分の2ぐらいの長さのショートのステッチを作って、もうほんとちょっとだけですね。この端っこはサテンステッチでできるので、もうサテンステッチでできるぐらいの幅になってきたらサテンで埋めて、いちいち分けなくていいです。で、今重なる予定のところがこう長かったり短かったりしているんですけど、
これで重ねていきます。こっちから出しても、右から出して左に出してもどちらでもいいんですけど、平行にザクッと刺します。で、また隣から針を出して、今刺したとこよりもちょっと手前の方に今刺しました。きっちり前ここに刺したから次も同じ、次も同じってやるとサテンステッチみたいに見えてしまって、こう溝になってしまうんですね。なので溝を作らないようにカモフラージュさせるためにいろんな場所に刺していきます。で、刺すとこうやってまた隙間ができるので、またこの隙間を埋めるステッチとか、後から刺したところに穴が開いてしまうと思うんですけど、そういうところを隠すためのステッチ、中間ぐらいのステッチとかをこういっぱい入れて、普通のサテンステッチよりも倍ぐらいの厚みになってもいいんで、どんどん刺して埋めていきます。目的は本当はサテンステッチでやりたかったけど仕方なく分けるので、カモフラージュさせるっていうことと、あと色をしっかりのせるってことですね。この穴だらけだったりすると見た目が汚いので、どんどん上から埋めて色をしっかりのせるっていう、この2つが目的なので、これを達成するためにポイントとしては平行にきっちり刺すっていうことが大事ですね。と言っているうちにこの小さいスペースのロング&ショートステッチが終わったので、あとはもう全部サテンステッチで平行に刺していきます。で、これが終わったら周りをチェーンステッチで2列2周して、それは内側からですね。外側からだといい感じに入らないで、内側からまずこの線の通りにチェーンステッチを刺して、でその隣にぎゅうぎゅうに詰めて刺します。だからもしかして図案を写す人によってはちょっと広めにここが写してしまった方はちょっと隙間が残る、下絵がちょっと残ってしまうかもしれないんですけど、後から消すので内側に沿って2列入っていればそれで OK です。でコップの持ち手のとこはサテンステッチですね。チェーンステッチですね。4列って書いてますね。入るだけ入れてください。ちょっとサイズが変わってるので、もしかしたらもうちょっと多めに入れなきゃいけなくなるかもしれないです。はい、ではここができたので、この周りを白でチェーンステッチをしていきます。で、右利きなんでどうしてもここから右から手を入れてやるしかないんですけど、この茶色でサテンステッチをしたこのギリギリの、針を刺した同じ穴っていうんですかね、そこにチェーンステッチを作っていきます。これで、一目作って針を抜いて、でまた輪を作って、でそこにくぐらせる。ちょっとね目が大きいんですけど、なんかちょっとザクザク感があってちょうどいいかなと思うんで、あんまりね今回丁寧に刺してないというか、刺せなかったんですけど、そんな感じでいいのかなって思いながらやってます。普段もっと普通の布に刺す時はもっと目が小さいんですけど、
でなんかいろいろやってるうちに両手でできるようになったので、右手を下に入れて左手を上にセットして、そうでなんか左手でなんか刺せたのでこれでやってます。まあ、皆さんもなんかこうやりやすい方法を見つけてください。はい、では、ここまでできたので次がカップですね。カップは周りアウトラインステッチして端からしましまを埋めて、で下の段から順番にコップを作っていって積み上げていく。もう刺し方はサテンステッチ、ロング&ショートステッチ、アウトラインステッチなので、まあ、この今まで出てきたステッチの繰り返しですね。じゃあ刺していきます。はい、ではここまでできたので、あとカフェの文字を刺していこうと思います。カフェの文字ももうサテンステッチでやっていくんですけど、まあ、放射状に、ガイド線入れて間を埋めてみたいな感じでやっていきます。はい、ではできたのでこのスマプリを取っていきます。剥がしていきます。で、お洗濯できないのでもう頑張って外すしかないです。この細かいところ、この中はちょっともう取れないかな。まあ取れそうだったら取りたいんですけど、もう全部ちぎってください。これね、結構時間かかりました。多分普通だとそんなに、まあ1日ぐらいでザーって作れると思うんですけど、私だとまあなんか教室しながらとかで3日ぐらいかけてこの作品作ってるんで結構時間かかりましたね。やっぱ刺しにくいで何回も指を刺しましたまあでもね、なんか新鮮ですね。こういうのってやったことなかったんで面白かったです。やっぱあと出来上がった時にこの存在感っていうか刺繍が可愛いですね。映えるっていうか。なのでぜひこの図案じゃなくてもなんか大ぶりな図案をやってもらうと可愛いと思います。はい、綺麗に取れました。まあ、ちょっと隙間残ってるところはあるんですけども取れないんでしょうがないですね。まあ、でもパッと見わかんないんで割と近くで見る人はいないと思う。引きで見るから、まあ、これでいいかなと思います。ぜひ皆さんも作ってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。